あんたってほんと生真面目ね。母の再婚相手の連れ子の翔子は、かつて私が結婚を約束していた勉さんと彼女の結婚式にやってきた私を見るなり嘲笑う。しかし私は、翔子に冷静に告げた。翔子、私に何か言うことはない？は？言うことって何よ？まさか謝罪してほしいわけ？じゃあ言ってあげる。高年収の進路を奪ってごめんね。おばさんはもう帰っていいよ。あ、ご祝儀はちゃんと置いて帰ってね。わかった。じゃあ勉さんに、私は社長と一緒に帰ると伝えてもらってもいいかしら。社長？何言ってるのよ。わけわかんない。最後に勉と話させてあげるから、自分で言えば。翔子が余裕の表情で勉さんに電話し、控室に呼び出すと、私の姿を見た彼は我慢できないとばかりに爆笑する。エミマジで来たわけ？どんなメンタルしてるんだよ。安心して。式には出ずに社長と一緒に帰るから。は？社長ってうちの会社の松原社長のことか？なんでお前が社長と一緒に帰るんだよ。私が真実を告げると、翔子と勉さんは驚愕の表情を見せた。私はエミ。両親は小さい頃に離婚し、母に引き取られた。母と二人の生活の中、私は日々勉強に明け暮れ、高校生になるとバイトを始め、家計を助けていたため、バイトと勉強で遊ぶ暇などないくらいの生活だった。それでも、私と母は穏やかに暮らしていた。社会人になってしばらく経った頃、母は高木さんという2歳年下の男性と再婚を決める。そして、再婚で新しく家族になったのが、高木さんとその娘の翔子だった。翔子は私よりも10歳年下で、愛嬌あれが勉強は苦手らしく、母を支えるためにいい大学を目指して必死に勉強をしてきた私とは正反対の性格だった。エミさんみたいに賢い娘ができて嬉しいよ。翔子は小さい頃から勉強で褒められたことなんてないからね。新しく父親になった高木さんは、そう言って私と親子になったことを喜んでくれる。一方、翔子は私ばかり褒められるため、明らかに面白くなさそうにしていた。そんな翔子に気づいて、母が慌ててフォローする。私も翔子ちゃんみたいに可愛い娘が増えて嬉しいわ。困ったことがあったら何でも頼ってね。当時大学生だった翔子は、特段レベルの高いというわけでない女子大に通っていたようで、私が有名大学の出身だと知った高木さんは、あからさまに翔子と比較した。エミさんは努力して受験に臨んだんだね。尊敬するよ。翔子、お前も少しは勉強すれば、エミさんみたいにいい大学に入れたかもしれないぞ。別に勉強なんかしなくたって今が楽しいからいいのよ。これだから学のない子は、まあ翔子がいくら努力しても、エミさんのようにはなれないだろうから仕方ないかもしれないが。翔子がいくら反発しても、高木さんは私を褒め続けることをやめなかった。こんな調子で、私と翔子が仲良くなれるはずもなく、社会人と大学生で生活リズムも違う私たちは、姉妹といってもあまり接点のないまま数年を過ごしていった。その後、ずっと私を避けてきた翔子だったが、翔子も社会人になり、ようやく少しは私に話しかけてくれるようになった。ねえねえ、エミさんのお仕事ってジムだっけ？つまんなくない？そんなことないわ。サポートの側面が強いけど、サポートも含めて仕事はチームで行うものだと思ってるから。私にはそんな目立たない仕事嫌だな。翔子は持ち前の愛嬌の良さを活かし、一流企業の受付嬢の職に就いていた。エミさんみたいに地味で花のない人には受付嬢なんて無理だもんね。花形の仕事に就いたことで、翔子はすっかり私に対して自信をつけたようだった。むしろ翔子は勉強ばかりしてきた私を馬鹿にするようになっていった。やっぱり社会に出たら頭の良さなんて関係ないのよね。それよりも今までの人間関係の幅が大事っていうか。まあ、それもそうかもしれないけど、
ねえ、エミさんって恋愛経験あるの？それは、シングルマザーの母を早く楽にさせたい一心で、私は勉強とバイトに明け暮れ、恋愛をする暇もなかった。私がまだ誰とも付き合ったことがないことに気づくと、翔子はますます私に対して優越感を覚えていった。それでも私は翔子を無下にはできなかった。母と二人きりの生活が長かっただけに、母が再婚して妹ができたことが心から嬉しかったから。たとえ私に対して馬鹿にする態度を取ろうとも、今までのように全く会話ができないよりはいいと思っていた。そうね、翔子の言う通り、勉強ができるかどうかなんて社会に出たら関係ないのかもね。しかし、翔子は自分の嫌味に全く動じない私の態度に余計にイラついたようで、私がいくら翔子を褒めても、翔子は私に対して心を開いてくれることはなかった。ところがそれから数年後、翔子が突然、私に親しげに話しかけてくる。ねえ、エミさん、あれから彼氏ってできた？仕事も忙しかったからそんな暇もなくて。時間があったからってできるもんじゃないでしょ？まあ、それならよかったけど、今日の夜一緒にご飯行こうよ。私と？ダメなわけないわ。嬉しい。初めて翔子にご飯に誘われ、私はウキウキしながら指定されたレストランに向かうのだった。するとそこにいたのは、翔子ともう一人の見知らぬ男性だった。はじめまして、つとむと言います。事情がわからずきょとんとしている私に、翔子は嬉しそうに補足する。エミさんがまだ誰とも付き合ったことがないって言うから、サプライズで私の会社のエリートのつとむさんを紹介してあげようと思ったの。黙っててごめんね。つとむさんも笑顔で話しかける。エミさんの話は翔子さんからいつも聞いてるんですよ。私の話？ええ。頭が良くて優しくて自慢の姉だっていつも言ってますよ。そんなことを。ずっと翔子に嫌われているとばかり思っていた私は思わず顔がほころんでいた。私の様子に嬉しそうな顔をした翔子は私とつとむさんを促して店に入った。店内ではいつもの冷たい様子が嘘のように翔子は楽しげに私に話しかけてくる。本当の姉妹のように翔子と過ごす初めての楽しい食事に私の心もほぐれていく。つとむさんはそんな私にどんどん距離を縮めてくる。話していてこんなに楽しい女性は初めてですよ。やはり頭の回転の速い人は違うな。つとむさんの褒め言葉にも翔子はニコニコとうなずいている。エミさん、僕と結婚を前提にお付き合いしてくれませんか？まだ会ったばかりなのに？戸惑う私を翔子は笑い飛ばす。エミさん何言ってるの？恋愛なんて直感が大事よ。それに、女性は男性から愛されてる方が幸せなんだから、つとむさんなら結婚後の条件も申し分ないでしょ？でも、エミさん、信じてもらえないかもしれませんが、僕はあなたのことを運命の相手だと思っています。僕にチャンスをくれませんか？つとむさんの言葉に悩む私に、翔子がとどめの一言を告げる。せっかく私が紹介したのに、エミさんそんなに私のこと嫌い？私、エミさんに何かできないかって一生懸命考えたの。そんなことないわ。翔子の気持ちはすごく嬉しい。だったらいいじゃない。私の顔を立てると思って、とりあえず付き合ってみてよ。はじめは半ば無理やりだったが、私はこうしてつとむさんと付き合うことになった。つとむさんは終始、私に優しく愛情を注ぎ続けてくれる。女性は男性に愛される方が幸せという翔子の言葉を思い出し、私はつとむさんとの結婚を思い描くようになっていく。そんな私の様子を見て、翔子が声をかけてくれた。エミさん、最近つとむさんとはうまくいってるの？ええ。実は結婚してもいいかなって思うようになって。ほんと？いいじゃない。翔子は嬉しそうに私の話を聞いてくれる。エミさん、つとむさんからプロポーズされたら絶対断っちゃダメよ。どうして？こういうのってタイミングなの。迷ってるうちにタイミングを逃しちゃったら大変だもの。
それに、好きな人からプロポーズされるなんて、すごく幸せでしょ？エミさんには早く幸せの絶頂を味わってほしいの。翔子の言葉に、ますます結婚を意識しだした私。つとむさんから正式にプロポーズされたのは、その直後だった。エミ、僕のこと好き？ええ、もちろん。それを聞いて安心したよ。それなら、僕と結婚してほしい。はい、喜んで。翔子のアドバイスもあり、私は即答でつとむさんのプロポーズを受けた。しかし、その1週間後。エミ、大事な話があるんだ。大事な話って何？あ、そろそろ両親にも紹介しないとね。違うんだ。実はエミとは結婚できなくなった。僕と別れてほしい。え？つとむさんはいきなり別れを切り出してきた。待ってよ。急にそんなこと言われてもわけがわからない。結婚できない理由だけでも聞かせてよ。僕に好きな人ができたんだ。だからエミとは一緒にはいられない。もう連絡もしてこないでほしい。つとむさんは堅くなだった。その後、つとむさんは私からの連絡を一切受け付けてくれなくなっていく。翔子に相談しようと連絡を取るが、翔子への電話もつながらない。仕方なく留守電に相談したいことがあるとメッセージを残すと、翔子は翌日、私に折り返してくる。エミさん、私も大事な話があるから、今から実家に来てほしいの。私が実家に行くと、そこにいたのは両親と談笑するつとむさんだった。驚く私に、しれっと翔子が私に告げる。あら、エミさん、今お父さんとお母さんに私の婚約者のつとむを紹介したところよ。婚約者？ええ、お父さんとお母さんもすっかりつとむのこと気に入っちゃって。両親の前でつとむさんは私に白々しく挨拶をする。はじめまして、エミさん。翔子の婚約者のつとむです。わけがわからず言葉も出ない私に、両親は嬉しそうに語りかける。つとむさんって会社でもすごく評判がいいんですって。翔子ちゃんがいい人と出会えて本当によかったわ。ああ、俺もこれでやっと安心して老後を過ごせるよ。願わくは早く孫の顔が見たいがね。やだお父さんたら気が早いわよ。嬉しそうに話す両親と翔子たちの前で、私はそれ以上何も言うことができなかった。その後、和やかな雰囲気のまま、実家を去るつとむと翔子を私は慌てて追いかけた。待って、どういうことか説明して。必死な私の様子に翔子は満足そうにニヤニヤしている。そんなに知りたいなら教えてあげる。私とつとむはね、前から付き合ってたの。付き合ってたって、私につとむさんを紹介する前から？ええ、そうよ。じゃあ、なんでつとむさんを私に紹介したりしたの？決まってるじゃない。エミさんの苦しむ顔が見たかったから。父が再婚したから、父はエミさんのことばかり褒めて、ずーっとムカついてたのよ。エミさんがいなければ、私はあんな思いしないで済んだんだから。そんな。彼氏だったつとむに頼んで、一緒にエミさんを懲らしめる計画を立てたの。つとむにプロポーズさせてその気にさせてから、幸せの絶頂で振るっていう計画をね。じゃあ、相談に乗ってくれてたのも、全部私を騙すためだったの？ちょっと優しい言葉をかけたら、コロッと騙されるんだもの。笑いをこらえるのに必死だったわよ。つとむさんも笑いながら翔子に賛同する。さすが恋愛経験のない女だよな。最初はガードが硬かったけど、こんなに簡単に騙せるなんて思わなかったよ。真実を知った私は、つとむに対する気持ちも、翔子に対する気持ちも完全に冷めていた。人の気持ちをもてあそぶような人に未練などない。私はそんなことを思いながら、笑ってその場を去る翔子とつとむを見ていた。それから1年後、翔子から私の自宅に結婚式の招待状が届く。迷った末、私は結婚式に出席することにした。控室に行くと、私の姿を見た翔子は一瞬驚いた顔をする。
エミさん、本当に結婚式に来るなんて思わなかったわ。あんたってほんと生真面目ね。翔子、私に何か言うことはない？は？言うことって何よ？まさか謝罪してほしいわけ？じゃあ言ってあげる。高年収の新郎を奪ってごめんね。おばさんはもう帰っていいよ。あ、ご祝儀はちゃんと置いて帰ってね。わかった。じゃあ、つとむさんに、私は社長と一緒に帰ると伝えてもらってもいいかしら。社長？何言ってるの？わけわかんない。最後につとむと話させてあげるから、自分で言えば。翔子が余裕の表情でつとむさんに電話し、控室に呼び出すと、私の姿を見た彼は我慢できないとばかりに爆笑する。エミマジで来たわけ？どんなメンタルしてるんだよ。安心して。式には出ずに社長と一緒に帰るから。は？社長ってうちの会社の松原社長のことか？なんでお前が社長と一緒に帰るんだよ。松原社長は私の父だから。父もきっと娘をひどい目に遭わせた人たちの式なんて出たくないに決まってるもの。父？バカ言うなよ。家に挨拶に行った時紹介されたお父さんは社長とは別人だったけど。翔子の父の高木さんは母の再婚相手だから、私とは血のつながりはないわ。母が父と離婚するまでは、私も松原のせいだったの。松原社長は、以前母が結婚していた私の実の父なの。なんだって？信じられないという顔をするつとむさんと翔子の前に、父が現れる。エミ、迎えに来たぞ。社長！つとむさんは真っ青になる。エミから話は聞いている。娘に随分な仕打ちをしてくれたそうだな。違うんです。エミさんが社長の娘だったなんて知らなくて。言い訳はいい。今回の件で君のことを調べさせてもらった。父はそう言って写真を取り出した。どうやら君は、社内の女性や取引先の女性に何人も手を出してきているようだね。これは由々しき問題だよ。君の今後の社内での働き方についても考えさせてもらうから、そのつもりで。取り付く島もない父の様子に、つとむさんは私にすがりつく。エミ、君からも何とか言ってくれよ。俺たち親戚になるんだろ。翔子も私に泣きつく。そうよ。妹の私の結婚生活がめちゃくちゃになってもいいの？どこまでも勝手な言い分に呆れながら、私は冷たく告げた。あんなひどい裏切りをするような人を妹とは思えない。私は真実を知ったあの日から、翔子とは縁を切ったつもりでいるの。だからつとむさんとも親戚でも何でもないわ。そんな。打ちひしがれるつとむさんと翔子を置いて、私は父と一緒に式場を後にした。その後、つとむさんは営業から外され、書類整理をするだけの窓際部署に異動になった。給料も激減し、出世コースから完全に外れたどころか、リストラ候補の筆頭に上がっているそうだ。翔子は高収入のエリートだと思って選んだのに、窓際族のリストラ候補だなんて意味がないと、つとむさんに離婚を切り出したそうだ。ところが、つとむさんから離婚するなら慰謝料を請求すると脅され、離婚することもできず、給料が減った分、必死にパートをして生活費を稼いでいるらしい。私が急遽結婚式を欠席したことで、私への仕打ちが両親にもバレ、お互いの両親とも絶縁状態になっている。そんなこんなで、つとむさんのことを吹っ切り、翔子とも縁を切った私だったが、今は仕事で充実した日々を送っている。最近は仕事で知り合った男性とお付き合いを始めたところでもあった。彼は私の仕事の姿勢や内面をしっかりと見てくれている。そんな彼のことを私も尊敬し、彼とだったら結婚したいと思うようになっていった。彼も同じ気持ちでいてくれているようで、次のデートにはプロポーズをしてくれると期待している。自分のことをしっかりと評価してくれる相手に巡り会えたことに感謝しながら、お互いを高め合えるこの関係を大切にしていこうと、私は心に誓うのだった。